皆さんこんにちは。前回の動画ではたくさんの共感のコメントと励ましのコメントをいただきました。高評価もいつもよりたくさんの方が押してくださいました。今でも祖母の笑顔を思い出すと何もできなかった悲しさと辛さが入り混じって涙が出てきますが、知らない私に対してたくさんの人が応援してくださると実感して温かい気持ちになりました。皆さん本当にありがとうございます。 YouTube を始めてよかったなと心からそう思います。さて、気持ちを切り替えて今日は私が思う感じるドイツの良いところをお話ししたいと思います。ドイツの良いところを5つにまとめてみました。まず1つ目は医療費がかからないということです。皆さん、先天性耳瘻孔ってご存知ですか？日本人だと50人に1人は持っていると言われている耳の付け根付近の小さな穴のことなのですが、私はこの穴が両耳にありまして、過去に炎症を何度も起こして大変でした。ドイツで先天性耳瘻孔の摘出手術を2回しましたが、2回とも手術にも入院にも支払いはありませんでした。もちろん毎月の社会保険料は結構高いですが、それでも3ヶ月に1度の歯科検診や年に1度の婦人科検診、受付でお金を払うことはありません。年に1度歯のクリーニングをするのですが、その時は90ユーロほどかかったりはします。いろいろと追加の検診などをするとお金がかかることもあります。それでも入院にお金がかからないのはすごいなと思います。あと、出産ももちろん無料です。無痛分娩も無料です。でも入院食が、ドイツには公的健康保険とプライベート保険の2種類があって、プライベート保険だとすぐに予約が取れたり、待ち時間が短かったりと優遇されます。駐在さんたちはだいたいプライベート保険ですよね。ちなみに私たちは公的健康保険ゲゼツリッヘクランケンフェアジッヒャルングです。さて、ドイツの良いところ2つ目はヨーロッパ旅行が安いことです。ドイツは9つの国と接していますし、車でどこへでも行けます。ドイツ国内であれば高速道路も無料です。電車の旅だとここハノーファーからアムステルダムまでドイツバーンドイツ鉄道で乗り換えなしの4時間で行けます。駐在さんからよく聞くのはクルーズ旅行ですね。私はまだクルーズ旅行をしたことがないのですが、良い話しか聞きません。私も今までヨーロッパのいろんなところへ行きました。今もコロナでどこへでも自由には行けませんが、世界中の人が好きなところへ好きな時に自由に行ける日が早く来ますように心から願っています。ヨーロッパ旅行が安いと言いましたが、例えば私たち家族4人でカナリア諸島に7泊8日で行った時、往復のチケットと3度の食事付きホテル代合わせて1800ユーロほどでした。と言ってもオフシーズンでしたけどね。フランスやイギリスにまだ行ったことがないので早く行ってみたいです。皆さんのおすすめの国や街があれば教えてください。3つ目は仕事とプライベートがはっきり分かれていることです。仕事の後に上司や同僚と飲み会、聞いたことがありません。上司がまだ残っているのに先に帰るなんて、そんなことはどうでもいいのです。仕事のためにプライベートが犠牲になっても仕方がないなんてことは思いません、ドイツ人。私はドイツではミニジョブ、アルバイトでしか働いたことがないのですが、時間ぴったりに働き出して時間ぴったりに終わる。夏休みもしっかりもらってアルバイトなのに休暇ボーナスをいただいたり、すごく働きやすかったです。でもドイツ人のメンタルと日本人のメンタルが違いすぎて、そこでしんどい思いをしている日本人の友達もいます。ただ有給は24日から30日間あり、必ず消化しないといけないので、そこはドイツの良いところだなと思います。育児休暇も男性女性関係なく取るので、
友達のお父さんは自分の夏休みと育児休暇を合わせて2ヶ月夏休みなんだととても喜んでいました。あと子供の夏休みも宿題はゼロと聞きます。休みは休みなんですね。家族で過ごす時間を大切にする国ドイツ。余談ですが、離婚率はドイツは日本より高く、私の周りは少ないですが、夫の友達や同僚は離婚率高いです。結婚事情についてはまた別の動画で話してみたいと思います。4つ目は、妊婦さんや子供に優しいということです。これは私が日本で妊婦生活をしたことも子育てをしたこともないので、日本と比較することができないのですが、私が妊婦だった頃は知らない人に声をかけてもらったり、とてもストレスフリーに日々を過ごした記憶があります。現在は幼稚園児を2人育てていますが、ご高齢の方は子供を見て微笑んでくれたり、お店の人は何かしら甘いものをくれたり、逆に子供と一緒じゃないと店員さんが冷たかったりするので、子供といる時の方がサービスが良かったりもします。ちなみにおせっかいおばあさんも多いです。例えば冬にベビーカーに乗っている子供が手袋や帽子をかぶっていないと、おばあさんたちは帽子をかぶらせないと寒いわよとか、子供が違う理由で泣いていても手袋をしていないから手が冷たくて泣いているのよと、いろいろ言ってくれます。あとベビーカーの雨のカバーをつけていたら、そんなカバーをしたら息ができないわよとお叱りを受けたこともあります。優しさで言ってくれてるんでしょうけどね。日本とドイツ両方で子育ての経験がある人の話を聞いてみたいです。あと大きいベビーカーが主流なので、電車の乗り降りも必ず誰かが手伝ってくれます。州にもよりますが、ニーダーザクセン州は幼稚園は無料なので、経済的にもとてもありがたいです。ドイツ生活の良いところ5つ目は、人の目を気にしなくて良いということです。人の目を気にしなくていいから誰に迷惑をかけてもいいとか、そういうことではなくて、例えばですけど、太陽が出たら芝生の上でビキニで寝そべっているとか、ビキニをまだ着ていてくれたら良いですが、完全上半身裸とか、ドイツのサウナや温泉は混浴でみんなすっぱだかとか、本当に人の目を気にしない国民なんだなと思います。あと窓にカーテンがなくて家の中が丸見えということもよくあります。私は人の目もですが、人の反応に振り回されて生きてきたなと思います。こう言ったらこう思われるかなとか、嫌われるかなとか考えて、なかなか自分の意見を言えなかったりしたのですが、ここドイツでそれをしてしまうと生きるのがしんどくなる気がします。空気を読むとかもこの国にはないので、はっきりと自分の思いや意思を伝えないといけません。私が今日本に帰ると嫌われるかもしれませんね。人の目を気にする生き方は自分の人生を歩んでいないと言われますよね。相手にどう思われるかではなくて、自分がどう思うか、自分がどのように生きたいか、自分の軸をしっかり持って生きていきたいです。ドイツ生活でたくさんのことを学びました。ドイツ人のことが嫌でたまらないという人もいると思います。私も一時期しんどい時がありました。でもどこの国に住んでも嫌な人もいれば優しい人もいますよね。お互いの意見や文化、背景をお互いが受け入れることができれば、人生豊かで楽しくなると思います。ドイツ生活の辛いところも良いところももっとたくさんあるのですが、今日は5つのみお話ししました。トータルで考えると私はドイツ生活が好きです。どこで生きても辛いことも楽しいこともある。これからもいろいろとあると思いますが、楽しさに目を向けながら生きていきます。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。